詞役動詞の have と get には特別な用法があります。have または get プラス名詞プラス過去分詞の形を使って名詞が動作をされるまたは名詞に動作をしてもらうという詞役と受け身を組み合わせたような表現が可能になります。さらに過去分詞や現在分詞を用いて名詞をある状態にするという意味を表すこともできます。早速例文をいくつか見てみましょう。I had my hair cut.I had my hair cut. 髪を切ってもらった。詞役動詞の have 私の髪の毛 my hair という名詞、そして切る cut という動詞の過去分詞形が使われています。過去分詞は動作を受け身にする働きがあるので cut という動詞の矢印が左向き、つまり my hair に向かっていると捉えられます。よって my hair は切るという動作を行っているのではなく切られているのです。そして主語の I は何々してもらうという詞役を行っているだけで切るという動作は行っていません。もし主語の I が自らの髪の毛を切るという動作を行う場合は詞役を用いず I cut my hair 私は自分の髪の毛を切ったと表現します。また、誰が切る動作を行っているのかは、この文中では明言されていませんが、もし切る動作の主を明らかにしたければ、文末に by 人を付け足すことも可能です。I had my hair cut by my mother. 私は母に髪を切ってもらった。次の例です。I got my son taken away by social services. I got my son taken away by social services.私は息子をソーシャルサービスによって引き取られた。詞役動詞の get 私の息子 my son という名詞、そして連れ去る take away という動詞の過去分詞形が使われています。一つ目の例とは対照的に、この例では望んだ動作を人にしてもらうという意味はほとんど薄れて、望んでいない動作を人にされて被害を被るという受け身の意味合いが強くなっています。続いての例です。I need to get this assignment done by Monday. I need to get this assignment done by Monday. 月曜日までにこの課題を終わらせなければならない。詞役動詞の get この課題 this assignment という名詞、そしてする do の過去分詞 done が使われています。前の2つの例とは異なり do という動作を行うのは主語にある I です。よってこの文では他の人に動作をしてもらうという意味合いはもはやなくなっており、代わりに自らが動作を行って対象をある状態にするという意味になっています。過去分詞以外にも状態を表す現在分詞などの語句を用いて名詞をある状態にするという表現ができます。例を見てみましょう。I wasn't able to get the printer working. I wasn't able to get the printer working. プリンターを正常に作動させることができなかった。詞役動詞の get、プリンター、the printer という名詞、そして正常に作動する work という動詞の現在分詞形 working が使われています。受け身の意味を持つ過去分詞とは違って、現在分詞は動作が進行しているという意味合いを持ちます。よって主語の I、私が the printer、プリンターという名詞を working、正常に作動している状態にすることができなかったということです。最後にもう一つ例を見てみましょう。The movie had me bawling my eyes out.The movie had me bawling my eyes out. その映画は私を号泣させた。詞役動詞の have、私、me という名詞、そして号泣する bawl my eyes out という動詞の現在分詞形 bawling my eyes out が使われています。よって主語の the movie、映画が me、私を号泣しているという状態にさせたということです。今日のエピソードはここまでです。また次回。